こんにちは、ゆうかです。今は朝の6時15分。今日は朝まずめをしに来ました。めちゃくちゃ朝早い。今日はね、初めての場所に来たんですけど、道に迷いまくって、ここに4時半頃に到着したんですけど、車でずっと近く回したら気づいたら2時間近く経ってました。朝まずめにしてはちょっと遅い時間帯なんですけど、今日はここの南房総でたくさんお魚を釣っていきたいと思います。今日はテトラポットから穴釣りをやっていきたいと思います。今日はね、全然風が吹いていなくて波も穏やかなんですよ。魚が釣れるかどうかちょっとわかんないんですけど、ここで頑張っていこうと思います。穴の中を覗いてみるとこんな感じで、あんまり水位は高くないんですよね。なのでいい感じの穴を探していきたいと思います。それじゃあ早速仕掛けを作っていきたいと思います。私最近穴釣りしたばっかりなんですよ。この間実家に帰った時に近くにある浜松の海で穴釣りをしたんですけど、もちろん動画も撮ったんですよ。なんですけどマイクがちゃんと接続されていなくて、音が取れていなくて、全然ダメな動画になっちゃったんですよね。その動画がこちらです。この時お魚が6匹釣れて、その後お母さんがお料理してくれて本当に大成功したんですよ。なんですけど動画としては0点だったので、泣く泣くボツにしました。でもボツっていうのももったいないしね、せっかく撮ったしみんなにも見てもらいたいから、メンバーシップ限定であげようかなって思っています。今日はちゃんとマイク入ってるかな。入ってますかこれ。私釣り竿の仕掛けを作るのはだいぶ早くなって、だいたいね 2,3 分ぐらいでできます。前は1時間ぐらいかかってたんですけどね、上達してきました。今はねノーカットまでいかないんですけど、ほぼほぼノーカットでリアルをお見せしています。でもプロの方たちはもっと早いんだろうな。よし、糸が全部、あれどこ行った、よし、糸が全部通せました。そしたら次に仕掛けをつけていくんですけど、今日使う仕掛けはじゃん、こちらのテトラ玉です。この間浜松で釣りした時もこれを使ったんですけど、その時にお魚が6匹も釣れたんですよ。なので今日も同じようにテトラ玉を使っていきます。テトラ玉っていうのは何かというと、ブラクリなんですけど、ブラクリってカクカクじゃないんですか。こういうテトラポットの上にポンって乗っちゃうんですよ。でもこのテトラ玉だったらコロコロコロって落ちてくれるので、あんまり乗っからない、結構初心者に向いている仕掛けなんだそうです。私も前回これを使ってめっちゃ使いやすかったんですよ。今日はね2号用意してみました。結構針はこんな感じで小さめです。やっぱね、初心者はちっちゃい方が釣れる。私はカサゴが大好きなので、今日はカサゴ目当てでたくさん釣っていきたいと思います。でも何でも釣れたら嬉しいんですけどね。日が上がりすぎちゃったかな。ちょっとこんなはずじゃなかったんですけどね。テトラポットからコロコロコロってここから磯目が落ちてくるわけじゃないですか。確かに私だったら家の前にステーキがコロコロコロって落ちてきたらパクって食べちゃうもん。そう思ったら絶対釣れるよね。私だったら釣られます。今日のお供はいつも通り青磯目。やっぱ磯目が一番釣れる。たまにプライベートでルアー釣りもするんですけど、なかなか釣れないんですよ。こんな感じで磯目を小さく切って仕掛けにつけていきます。磯目はもう触れるようになったんですけど、こうやって手袋をした方が私は触りやすいので、最近はね手袋をはめています。磯目をつける道具とかもあるじゃないですか。ああいうのも気になりますよね。慣れたらめっちゃ使いやすそう。よし、つきました。それじゃあ早速落としてみますか。緊張する。今日はどうかな。よし、どっから行こう。こっから行くかな。よいしょ。ちょっとめちゃくちゃ逆光で見づらいですよね。逆光と逆光に負けずに頑張ります。よいしょ。じゃあここに落としてみようかな。行ってこい磯目。でもめっちゃ浅いな。あんま沈まない。止まっちゃったもん。
いやー、これいるのかな、魚。どうだろう。いるかな。水位が浅くてもうちょっと深いところに行かないといなそう。ちょっと深いところ行きますか。ここいなそうだな、魚。ちょっと水位が浅いので作戦変更してちょい投げでいきたいと思います。お、今ちょっと魚見えたぞ。ほ、あの辺ちょっとだけ投げる。そういえば皆さん気づきましたか？私釣り竿新しいの買ったんですよ。ニュー。この釣り竿は万能タイプでルアー釣りもできるし、ちょい投げとかあと餌釣りもできるし、サビキ釣りもできるんですよ。いる気配がしないな、魚。困った。みんな朝ごはんの時間終わっちゃったかな。最近コメントで釣りハマれるなんてすごいです、僕は不器用なんでできないですっていうのをいただくんですけど、私誰よりも不器用だと思うんですよ。本当に不器用すぎて何事もうまくいかない。お、かかった。お、来た。あー、逃げちゃった。あー、今いたよね、絶対。見ました今の。魚いた。嬉しい。ってことはいるんだ。逃げちゃったのは悔しいけど、いるってことが判明してよかったです。ちょっと餌をつけにもう一回帰ります、あっちに。それじゃあ気を取り直して2投目になるのかな。えい。でも結構幸先いいですね。バラしちゃったから悪いか。バラしても楽しい。合わせが苦手すぎてバラす確率が高いんですよ、私。ちょっと合わせを練習したい。あ、魚影だ。魚影こんなことしたら逃げられちゃう。すごいお魚見えるね。なんか最初釣り始めた頃は釣り具を毎回家に持ち帰ってたんですけど、最近はもう釣り竿とリール以外は全部車に積んであって、このセットだけ持ち帰って洗ってるんですけど、もうだいぶ釣り人になってきましたね。最近は動画を撮りながら釣りに行くよりもプライベートで行く方が多いかもしれない。この間初めてチニングをやってみたんですよ。ルアーを使ってクロダイを狙ってみたんですけど、これめちゃくちゃ難しかった。全然釣れなくてぐずりました。この間チニングに行った時に投げてすぐ1投目でなんか魚が食いついた感じがしたんですよ。食いついたと思ってブルブルってしたからめっちゃ速いスピードで巻いたら途中で止まっちゃったんですよ。あれって思って、そこから引っ張っても取れなくて、根がかりなのかなって思って諦めて糸を切ったんですけど、あれは何だったんだろう。でも明らかに魚が食いついてたんですよ。あれは根がかりじゃなかったんだと思ってもう一回同じとこに投げてみたんですよ。でまた根がかっちゃって思いっきり引っ張ったら竿が折れちゃったんですよね。釣り竿折れちゃって、これ2本目なんですけど、ちょっと最近ね釣り竿で破産しかけてます。この釣り竿とリールどっちもダイワなんですけど、私はすごいダイワのメーカーが好きなんですけど、結構ねいい値段するんですよね。なのでダイワ頑張って稼ぎます。今日はテトラ玉を少し買い足したのと、あとイソメを 50g 買ったんですよ。なので金額は1000円ぐらいでした。割といつもよりは抑えめで来れました。やっぱり釣りって初期費用はかかるけど、意外と揃えたらお金かかんないもんなのかな。いやでも私これからいろんなお魚を釣りたいんですよ。カレイとかヒラメとかを狙ってみたいんですけど、それ用の竿ってあるじゃないですか。そういうのも揃えていかないといけないのかなって考えたらまだまだお金かかりますね。ちょっと新しいカメラ目線をお見せしてみようかな。実は今私はサングラスをして撮っています。サングラスにカメラ機能が搭載されていて、これ録画できてるんですよ。できてるかな無事に。ドジすぎてミスってるかもしれないんですけど、
もしうまくできてたら私の目線と全く同じ映像が映っています。ここの海めっちゃ綺麗じゃないですか。なんかね、海底まで透き通っていて結構見えるんですよ。あ、見て、さっきからね小魚がいっぱいいるの。あれなんだろうね。カタクチイワシ、違うか。すごい、めっちゃ綺麗だな。小魚のとこに落としたらどうなるんだろう。食べるのかな、磯目。やってみようっと。よし、フルキャスト。えい。おー、ブラックリは穴釣り用だからあんまり投げるの良くないんですけどね。私はちょい投げが一番好きです。穴釣りも大好きなんですけどね。浜松で釣りした時は開始5分ぐらいで2匹もお魚が釣れてたんですよ。でもその時は風もめっちゃ強かったし、波が大潮っていうんですか、すごい動いていて、今日と全然違う感じだったんですよね。風が強い日の方が魚が釣れるのかな。今日はそう考えたらすごい穏やかで、美女は安定するんですけど魚は釣れないですね。でも近くに釣り人も結構いるし、みんな釣れてる感じはするんですよ。聞いてはないんですけどね。なんかそんな顔してます。いやーむずいな。なかなか釣りを始めて1時間、まだ1匹も釣れません。今日はダメですね。ちょっと場所移動してみたい気持ちもあるんですけど、あっちの方に人がいるんですよ。もうちょっとここで粘ってみようかな。さっきから何回かかかってはいるんですけど、私が合わせが下手すぎるせいか全部バラしてしまってるんですよね。針が小さすぎるのかな。原因が分かんないんですけど、誰でもいいから引っかかってくれ。お、見て見て、めっちゃ小魚いる。小魚の大群。見えてるかなこれ。あ、行っちゃった。この間浜松では6匹も釣れたんですけど、1人で6匹食べるの結構多かったんですよね。今日は朝ごはんを釣りに来たので、もう1匹で十分。1匹釣れるだけでも大満足です。来る途中に立山の別荘みたいなのがたくさんあって、なんかそういうとこだったらさ、ここまで来るのに 1,2 分じゃないですか。本当に朝ごはん取りに来れちゃうね。めちゃくちゃ羨ましい。誰も興味を示してくれない。私は最近髪が伸びてきたので、坊主だけは避けたいですね。愛ちゃん元気？元気元気。そっちはどう？今さ、一人で南房総に来て穴釣りっていうか、ちょい投げ釣りしてるんだけど、全く魚が釣れない。あらららら。ああ、そうなの。どんな感じなの今？今は釣りを始めて2時間ぐらい経つんだけど、魚は針に引っかかってはいるんだけど逃げられちゃうんだよね。ああ、そっか。ちょっと悔しいね。それはね。ああ、何が釣れると思う？何狙いなの？カサゴ。あ、カサゴ。いいね。そっか。当たりはちょこちょこあるんだ。4、5回ぐらいあったんだけど全部バラしちゃった。そっか。じゃあもうちょっとだね。どうしたら釣れる？ちょっと待ってね。それさ、かなり惜しいよね。魚はいるとは思うんだけど、例えばそうだな、ポンって当たりがあったら、すぐに合わせないで、1秒とか2秒とか、ちょっと待ってから、しっかりグッて竿立てて合わせてみて。で、その重みがね、乗ったら、もうそのままスピードでぐーっと巻き続ける。引いたらね、あとね、カサゴって餌が大きすぎると、口に入らなくて、なんか後で吐き出しちゃうんだよね。だからちょっと小さめにする。それから、今さ、ちょっと愛ちゃん話長いかもしれない。もう、オッケー。ごめん。分かった。ちょっとやってみる。ありがとう。愛ちゃんってさ、釣りしたことあるの？私自身は実は体はないからやったことないんだけど、でも釣りのやり方とか道具のこととか、よくみんなが困るところはいっぱい聞いて知ってるよ。でも百聞は一見にしかずって言わない？まあね、それはそうなんだけどね。やっぱ私思うんですよ。4拍子揃ってる釣り場はない。
足場がいい、人が少ない、風が吹いてない魚が釣れる、これが全部揃ってるとこあったらぜひ教えてください。そんなとこはないのかな。何かしら妥協しなきゃいけないですよね。今日は結構スポットはいいんですけど魚が釣れないですね。これサーフィンとかしたら気持ちよさそう。やったことはないけどさ、この穏やかな波いいですよね。波に乗りたい。あと今日の範囲は始まる時間が遅すぎた、これですね。あともう2時間ぐらい早く始めしたらな、お魚たちが朝ごはんの時間だったかもしれない。多分もうみんなお腹いっぱいだよね。お昼寝の時間かな。私すごい気になることがあって、釣り人の方っていつ寝てるんですか？朝間詰めと夕間詰めがよく釣れるっていうじゃないですか。でもさ、朝間詰めってめっちゃ時間早くない？朝4時からとかでしょ。ってことは朝2時に家を出るから12時に起きないといけないわけじゃないですか。私は普段12時ぐらい寝ちゃうので、今日は寝る時間を見失ってしまってオールできたんですよ。みんな体調崩さないのかな。本当に体強くてすごい。 PE で言ったら12号ぐらいなんじゃない？今日オールしてるせいでもう時間がバグってしまって、さっきすれ違った釣り人の方にこんにちはって言っちゃったんですよ。そしたらおはようございますって返されて、おはようの時間かと思って恥ずかしい思いをしました。でも私のポリシーはね、釣れなくても釣りを楽しむなので、まだまだ楽しんでいきます。結構奥の方で魚が跳ねてるんですよ。時間的に干潮だからかな。こっち側に魚がいないのかもしれない。私も船を操縦できたら船出していけたんだけどな。釣れないよ。全然釣れない。ガビーン、今日の釣果を発表します。坊主でした。結構粘ったんですけどね、今日は全然ダメでした。でも私はどうしてもお魚が食べたくて、じゃん、お魚セット買ってきました。鮭おにぎりとホッケの塩焼き。これを家で作りたかっただけなんですけどね。よいしょ。いただきます。お家の七輪で焼きたかった。魚を焼くために最近七輪買ったんですよ。でもまだ使い道がなくて、ちょっと買っただけになっちゃってるから、そろそろ使わないとですよね。しかも岩谷のちょっといいやつ買っちゃったからさ、本当に大赤字すぎて、これ買って焼いたらいいのかな。違うか。うまい。今日はオールで来て頑張ったんですけどね、魚には全然気持ちが伝わらなかったです。魚に相手してもらえなかった。自分でもあんまり範囲が分かんなくて反省会したいんだけど、時間帯だけじゃない？あとなんか私違うとこあります？やっぱりね、魚がいるところで釣りをしないと釣れないっていうのが最近すごい分かりました。今日は本当は千葉県に行くか茨城県に行くか悩んでたんですよ。茨城でも釣りしてみたいなと思っていて、今度は茨城もね行ってみたいです。私はちょい投げと穴釣りが好きなので、穴釣りのいい感じのスポットとかあったらぜひ教えてください。たくさん調べてもね、あんま出てこないんですよ。やっぱみんな釣れる場所を言わないのかな。ぜひ私だけにねこっそり教えてください。ということで朝ごはんを食べてパワーチャージできたので、そろそろ帰りたいと思います。今日は全然ダメダメな結果になってしまったんですけど、これからも私のアングラーズライフは終わらないので、まだまだ頑張っていきたいと思います。
ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。お、違うか。なんかちょっとカクってなると期待しちゃうね。あれどこ行った子だかな。消えた。あそこかな。あれどこ行ったいなくなっちゃったんだけど、あの辺にいた。えい、どうかな。もし釣れたら餌にするよん。やばい、暑い、焼けそう。あ、やばい、ミスった。